骨ついて足ついて腕ついてハンドついてヘッドついてケーブルついてガンダム動きまーすって声が裏っ返るくらい準備は OK。 いよ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 ーっと動くガンダムプロジェクトの「動く」の部分に迫ります。いろんな人に注目してきたメイキング、今回はこの人だって、あれこの人確か今エラーが4000ぐらい起きてるんですけど、ロボット名探偵の吉崎さんだ。吉崎さん、ガンダムがどう動くのか教えてください。あれそれ秘密じゃないですか。ということで今回はここまで。次回なわけにもいきません。だから今回はスニーキングミッション。モーションを担当する名探偵を尾行してガンダムの動くに迫ります。それでは皆さんご唱和ください。せーの、動くのかガンダム、夢への挑戦。第16話、動け実物大、暴け秘密を。チス、バレないように気ぃつけます。尾行はお盆明けから始まった。8月17日午前7時30分、吉崎現場へやってくる。午前8時朝礼に参加。午前10時23分お茶のボトルを持って歩く。午後2時18分ガンダムラボにて壁を見ながら何かの打ち合わせ。8月19日午前7時48分、吉崎ガンダムを縦アングルで撮影。動きのためかただの趣味か判断つかず。午前8時朝礼に参加。その後パソコン作業。8月25日午前7時46分、吉崎有料化したコンビニ袋でいつものお茶を携え現場到着。午前11時29分横浜と吉崎と積乱雲。どうやらお茶がルーティーンで現場で何かやっていることは間違いない。しかし動くに関する情報は一切得られない。システムディレクターは一体どうやってガンダムを動かすのか、というかそもそも何が仕事なのか。こうなったら聞き込みだ。第一証言者石井さん、吉崎さんはいつも何をやってるんですか？何やってる何やってるまあ物もできてきたんで演出の方とどう動かすかみたいなフェーズでいろいろやられてると。第二証言者鈴木さんにも同じ質問を聞いてみた。まあ、モーションを作っていただいているのは吉崎さんなんで、そのモーションの組み合わせで演出の動きを決めるんで、その動きのためのCG を作っていただいたりとか。分かりやすく言うと何だろう。演出やって CG も作ってモーションも作ってる。確かに一言で語るのは難しそう。ネットで吉崎さんを調べてみると彼が手掛けた動く映像を発見した。これは一体何だ？タイムラインを遡るとどうやら趣味で作った猫らしい。骨組み、動きのプログラム、さらにはフェルト生地から縫製まで全て吉崎さんの自作らしい。けどガンダムは猫科ではない。操作の基本に立ち返り、過去に撮影したものや関係者が持っている映像のどこかにヒントはないだろうか。藁にもすがる思いで探していると、とある筋から決定的な証拠映像を手に入れた。それではご覧いただこう。でこの状態から動き始めると。なんとか立ちました。
このガンプラを操る男こそ吉崎さん。この映像は一体。当時を知る人物を探し求めると、捜査班は一人の男にたどり着いた。その人こそ無茶ぶりバッテリーのキャッチャー佐々木さん。初めて見た時どうでした？これはですね、ちょうど4年ぐらい前だと思うんですけども、で最初見た時はそうですね、ガンプラをねよく改造したなっていうのと、結構動きは若干コミカルなんですけど、しっかり立ち上がるんでやっぱびっくりしましたよね。なんで吉崎さんに改造ガンプラを見せてもらったんですか？今のガンダムファクトリー横浜のパートナー企業さんをいろいろ探してる時、実際ガンダムを大地に立たそうとしている人がいるっていう話を聞いて、この時点ではしてないです。そうなんです。吉崎さんはまだメンバーではなかったのです。ガンプラをガチで動かしている吉崎さんの噂を聞いて、佐々木さん自ら会いに行ったんです。そんなガンダム愛、卓越したロボット製作技術が見初められ、その数ヶ月後プロジェクトに正式参加。続いて吉崎さんが初期に制作した機密資料を入手。それがこちら。紙？しかも動く。また何が何やら。ねえマエストロ、紙模型ガンダムって一体何のために作られたの？これ多分ね、関節の数を、決めながらどんな動きをするかなっていうのを割と企画の初期段階に試すために作られたやつかな。いつの間にやら何かすごいものを作ってて、割とその手作りとかでそれを僕らにこう見せてくださる。でその見せる時のがものすごい嬉しそうに見せるっていう印象がありますけど、その一つじゃないですか。関節は何個にするのか、どこに関節を設けるのか、それによってどんなポーズが可能になるかシミュレーションできたんだって。ちなみにプロジェクトの進捗に合わせて作った模型は10個。机上の空論ならぬ机上の具体論。吉崎さんのおかげでプロジェクトもガンダムも確実に動きが進んだ。ってことはシステムディレクターって模型担当と結論付けてしまいそうなタイミングであるものを入手した。演出性。よし、時は満ちた。ダイレクトコンタクトということで、待ち合わせの洋食屋に行くと、お疲れ様です。もう来てるし、もう食べてる。元祖ケチャップナポリタン、美味しそうですね。知ってます？ソフトウェアさんとパスタは相性が悪いんですよ。スパゲッティコードって言って出来の悪いコードを表す言葉なんです。ソフトウェアと絡めたらダメなだけですじゃあなんで食べてるんですか？このナポリタンがうまいんですよ。マジっすか。って横浜グルメ情報も嬉しいですが、そろそろガンダム情報お願いします。どこのメーカーさんのどういう機器をどういう決まり事でつなげたらいいのかというのを、あらかじめ考えるお仕事ですね。なのでその図を見ることによって、こういう機器とこういう機器をつなげればガンダム動かせるんだなっていうのが分かる。ある意味だとシステムディレクターの一番最初の仕事と言えるかもしれないですね。これが書かれたのは2017年時点。実はこれが後の G 制御装置。その下にはそれぞれの可動部分を担う制御板が配置されている。各担当のメーカーが決まる前に書かれた図ですが、この構図本番のシステム制御とほぼ一緒。3年も前からガンダムを動かすシステムを正確に構築していた吉崎さん、さすがです。でもやっぱりガンダムがどう動くのか見たい。吉崎さんに今見せても OK な動く資料を貸してもらった。おお、これ実
実際の目線で感じられるように VR 仕様で制作されたもの。吉崎さんが作ったイメージ CG めちゃくちゃかっこいい。プラモデルとかで、あるいは先ほどの紙のモデルとかで作るだけだとどうしても伝わらないんですね。このポーズすごくかっこいいよ、迫力あるよって言われても、いやちょっと分かんないなとかって言われた時に、こうやって VR で見ると、あ、これは迫力があるぞと。関係者が多く誰もやったことのないプロジェクトだからこそ、どういうスピード感なのか、どう見えるのかなどイメージをみんなで共有できるのはとても大切。ちなみにこの動画を見た富野監督の反応は？なんでこんな小さいんだ。とっても監督らしいです。紆余曲折しながらも今のガンダムになっていったんだね。ちなみに吉崎さん、動くガンダムって仕上がりはどうなるんですか？何でもできるようにいろんな関節をつけようじゃなくて、ガンダムのポーズ、ガンダムの動きっていうのをこうたくさんピックアップして、皆さんが見たいのはこのポーズではなかろうかっていうところから逆算して今の関節構成になっているから、そこが面白いところじゃないかなと思っています。今展示されている姿勢っていうのは、実は立ち姿勢じゃなくてただの直立だったりするんですが、立ち姿勢だけでもほんのちょっと工夫がしてあるんだっていうところの違いを楽しんでもらえたら、動くガンダムらしさになるんじゃないかなと思います。ただの巨大ロボではなく、ガンダムが実物大で動くことにこだわり、関節構成から考える吉崎さん。ちなみに動くガンダム、どんなかっこいいポージングをするんですか？いや、それはまだ秘密ですけど。ですよね。これ以上は今は聞かないでおきますね。確かにパッと見ではわからないし、今何やってるかは秘密だらけ。でも今回僕たちは分かったんです。吉崎さんはみんなの想像する力を、ワクワクする心をかきたてることにいつも全力。システムディレクターとはガンダムを動かすためのシステムとチームを構築する重要な存在だったんだね。ネクストガンダムヒント、師弟関係。この2人何をやってる人でしょうか？答えはまた今度。ガンちゃんとドッグ兄貴からのお願い。動くガンダム設置予定の山下ふ頭は関係者以外立ち入りが禁止されているエリアです。危険な場所もたくさんあるので、オープンまではこのメイキングを見て楽しみに待っていてくださいね。